ラフからズンダドンが走るアニメーションを作っていきます。使用するのはクリップスタジオペイント EX。一つ下のグレードであるプロでもアニメーションは作れますが、機能に制限があり、短いアニメーションしか作れません。本格的にアニメーションを作るのなら、EX を使うのが良いでしょう。まず、ラフでズンダドンが走る動きのポイントを描いていきます。ラフは円柱や球、塊を使って描いていきます。人体のラフの描き方についてはこちらの動画で詳しく解説しています。最初のラフはアニメーションで原画と呼ばれる元への部分を描いていきます。地面とアイレベルを定めて、基準となるズンダドンのラフを描きます。動かすために必要な他のズンダドンは、この一体を基準として描いていきます。走る動きの最後はつまずいて転ぶ感じにします。動きの基本的な設計はこの段階で行っておきます。ズンダドンだけでは寂しいので後ろにいろいろ書き加えます。ラフの第1段階ができました。全体の動きを確認します。後ろの叫んでいるキャラはドートレスでブレさせる動きをつけます。ドートレスとは、アニメーションの作画において、同じ絵を別の紙に書き写すことを言います。これを複数枚作って置き換えて表示することで、震えているような動きを表現することができます。さらにズンダドンの走る動きのラフを書き加えていきます。原画の間を埋める作業は、本来のアニメーション制作では、動画と呼ばれる工程で行うことも多い作業ですが、ズンダドンの走る動きをより詳細にコントロールしたいので、この段階で動きを入れていきます。走る動きで生じる上下動は大きめにつけて、ドタドタとしたズンダドンの重い走りを表現します。アニメーションでは作画とタイミングで動きを作っていきます。動きの細かい調整も行います。走る動きの全体ラフができました。ラフはこれで完了です。アニメーションの作画では、このラフの段階で動きの基礎をしっかり設計しておくことがとても大切です。ラフができたら下書きです。ここでラフの上にキャラクターを乗せていきます。ラフをベースに紙や服、ふんどしの動きなどもつけていきます。体の大きさなどもここで再調整。下書きができた段階の動きはこのような感じです。アニメーションで言えば、ここまでが原画に相当する作業です。ラフができたので線を清書していきます。原画のクリーンアップと言われる作業です。動画作業の清書はアンチエイリアスをオフにした線で描いていきます。いわゆるドット絵を描くような感じです。この作業で単色の線と透明な部分だけにしていきます。これでこの後の色を塗る作業が簡単になります。後ろの女の子はドートレスブレで叫んで小刻みに震えているような動きを作ります。1枚の原画素材をトレースして2枚の動画を作ります。線を少しずらして描いたり、同じ線を再度トレースすることによって微妙にキャラクターがブレて動きます。実際のアニメーションの動画作業で元絵となる原画を修正することはありませんが、ここでは動きを見ながら再調整を加えています。清書が完了しました。動きを見てみましょう。清書が終わったので色を塗っていきます。バケツツールを使って指定の色を置いていきます。セル塗りと呼ばれるベタ塗りです。キャラの輪郭線が単色の黒なのでバケツでどんどん塗っていけます。ここで輪郭線にアンチエイリアスがかかっていると、線との境目がうまく塗れません。本来は影色なども分けて塗ったりしますが、今回は面倒くさいので影なしです。色を塗り終わりました。かなり完成に近づいてきましたが、まだ線がガタガタです。ここにスムージングをかけて線を滑らかにしていきます。これも実際のアニメーション制作では撮影作業で行うことがほとんどですが、今回はクリスタのスムージング機能を使います。スムージングをかけ終わったら完成です。アニメーションで動きを作る場合もラフが肝心です。ラフである程度、自分が想定する動きを作った上で段階的に作業を進めていきます。テレビアニメーションなどでは、各作業の間に演出や作画監督などのチェックを入れて、さらにクオリティを上げていきます。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。